あ、斉藤さんも当確出たんですね。おめでとうございます。兵庫県知事に斉藤さんが前回一で罷免になって、そこで再選挙になったんですけど、接戦になって斉藤さんいいとこまで行くんじゃないかって言い方は僕してたんですけど、なんか接戦にすらならずに圧勝みたいな感じですね。あ、NHK まだ当確出てないの？あ、NHK はじゃないんだ。他のチャンネルは当確が出たと。ちなみに始まるのが遅れたりなんですけど、リハックで名古屋市長だった日本保守党で衆議院議員になった河村隆さんとお話をするっていう。もともと減税日本っていう次期政党を立てていて、減税せなあかんよねって言ってる。地方税の減税をするためには、国から地方交付税交付金っていうのをもらわない状態で地方自治体を運営しなきゃいけないと。で、日本の地方自治体の98% とかかなが基本的に地方交付税交付金もらってるんですよ。東京とか名古屋とか福岡みたいな政令都市と、あと原発があるところと、あとトヨタがあるところ以外というのは基本的には自治体って赤字なんですよ。赤字だけど国からお金もらってなんとか回してますとかなので、そういうところって減税ができないんですよね。で、名古屋は東京も可能なんですけど、国からお金もらわないでやってますっていうところは減税ができるっていうところで、その政府としての市民税を 10% 下げたのかな ?10% 下げるっていうのをやって、で、結果としてただ 10% 下げるためには一応その赤字を減らさなきゃいけないっていうのがあるので、河村さんが給料2200万円ぐらいもらえるのを手取り800万円とかにして、で、職員にも確か 10% 減らしたのかなっていうので、なんか、100億円ぐらい支出を減らして、まあ、それがいろいろ減らしたと思うんですけど、結果としてこう、市民税を減らして、で、そこで名古屋市民がボロ儲けっていうので、名古屋としてはずっと発展してきたっていうのがあって、で、名古屋ではまあ、4期かな勝ったっていうので。なので、名古屋市民の中ではずっと河村隆さんって人気になってたんですけど、一般的なメディアで見てると、金メダルを噛んだおじさんなんですよね。金メダリストが来た時に金メダル噛んで、おっさんが噛んできたね、みたいな。っていうところでこう、あるイメージを持たれたりとか、愛知取り柄にならない時に、ハンストするって言って、5分ぐらい座り込みして帰っちゃったみたいなので、おいおい、それハンストかよ、みたいなので、一般大衆からすると、イメージめっちゃ悪いよね。あと、ミャーミャー言ってるよねっていう。基本的に名古屋弁なんで。汚いイメージっていう感じの人だったんですけど、とはいえ世間的にはイメージ悪いんですけど、名古屋の人には好かれてるっていう、そういう人だったんですね。金メダル食べちゃうおじさんなんですけど。名古屋の中では結構支持されると。兵庫県の話に戻るんですけど、兵庫県斉藤知事が選挙で当確が一応出てた話なんですけど、それも僕似たような話だなと思っていて、世間では斉藤知事というのはパワハラをしました。おねだりをしました。と言われてるらしいんですよ。で、僕テレビを見ないので、こういう疑惑がありますっていうこと自体は僕全く知らないんですよね。要するに一般的なテレビで流れてる確定していない情報というのを知ることができないんですよ。一応その興味があったので、百条委員会の資料とかを見てみたんですけど、百条委員会っていうパワハラがあったのかどうかっていうのを調べましょうっていう委員会があるんですけど、委員会の資料を見てる限り、パワハラというものとおねだりというのが、っていう噂を聞いたことがあるっていう人はいっぱいいるんですけど、実態としてパワハラをしている人っていうのがいなくて、むしろ他の偉い人がパワハラをしているっていうのは証拠があるみたいなので、斉藤さんのパワハラの証拠実はなかったんですよね。で、おねだりの証拠も実はほとんどなかったと。で、あったのがカニをもらったっていうやつで、それはもうカニは傷んじゃうから配る前に家に持って帰りましたっていうパターン。スキー場かなんかでのスキーウェアを無理やりおねだりしたみたいな話が流れたんだけど、スキー場の方からそんなことないですおねだりされてますスキーウェアあげてませんっていう発表が出るみたいな。っていうので、僕が見てる限りは別にパワハラもおねだりも事実としてはないよねと。で、斉藤さん自身が認めたのはカニはもらいましたっていうのと、あとパワハラに関していくと、職員が何かやらないみたいなので言い争いになって、丸めた付箋を投げた。ポストイットっていうちっちゃい紙のね、糊のやつ。で、それを丸めてパーティション机に向かって投げたっていうのが、一応パワハラだっていう感じなんですけど、で、ただなんか、候補者の稲村さんを応援しているどっかの市長が、机を叩きながら怒鳴ってて、いやいや、付箋投げるのに比べたら、机叩きながら怒鳴ってる方がよっぽどパワハラじゃねとか思ったんですけど、まあ置いといて、少なくとも僕が知る限りは、付箋を投げたっていうのと、あとカニは傷むから職員に配れなかったので、家で持って帰って奥さんと食いました。この2点なんですよ。確定事実は。で、不確定の事実でいくと、斉藤元知事に関して、怪文書を流した職員という人がいますと。
で、その職員の PC を調べたら、表に出せないような情報が出てきました。この情報を流されるのが嫌なので自殺しますというので、その職員が亡くなりました。ここはまだ確定はしてないんですけど、一応百条委員会の人たちが言った話によると、その職員の人が職務上の立場を使って女性職員と不死だらな行為をしていた証拠がその PC の中に入っていたようです。なので、それが百条委員会で表に出されるのが嫌だったというのが原因だったのではないか。で、実際にその PC の中に斉藤さんがパワローしました。セクハラをしました。もしくは斉藤元父が何らかの違法行為をしたという証拠はありませんでした。という状態なんですよ。で、ただメディア的には職員が自殺をした。で、それは百条委員会に証拠を出そうとして出さないみたいなので自殺したということで、斉藤知事が悪いみたいな紐付けがされてイメージがついてしまったようなんですよね。なんでパソコンに保存したんだろう？バカなんだと思うんですよ。死んだ人を悪く言うなっていうのがあると思うんですけど、少なくともじゃあ怪文書を書くんだったら、職場の PC を使うな。要は証拠を隠したい。誰が書いたかっていうのを、堂々と書くんだったら別に怪文書じゃなくて、普通に自分の名前でメディアに書けばいいんですけど、職場の PC を使うという時点で、あんまり頭良くないと思うんですよね。で、結果として、職務上の立場を利用して、女性職員にいろいろやらかしてしまったっていうのも、証拠を残してしまったっていうのがあって、何らかの故意に戦略としてやったというよりは、単純に頭が良くなかったっていう。そうそう。普通はね、職場の PC でやらない。違法行為をするのであれば、ちゃんと証拠がわからないようにやるってね。無能な見方が最大的っていうね。はい。パターンだったんじゃないかなと思うんですけど、はい。これがね、確定ではないんです。一応元国政政党の立花さんとかが言っていたりとか、あと百条委員会に出席した人が言っているという、一応伝聞情報なので、ただ今のところ何らかしらのその職員が出されたくない情報があったということは確定なんですよ。で、それがプライバシーに関わるものであるのも確定。ただそれがどういったものかというのは今のところ確定していないというのなので、職場上の立場を使ったというのはあくまで伝聞憶測です。はい。で、多分ね、これはね、答え出ないんですよ。亡くなった職員がどういうものを隠してたのかというのと、斉藤知事が別にいいことをしたとか悪いことをしたとは一切関係ない話なんですよね。関係ないというか、別にもう斉藤知事勝ってしまったので、別に死体蹴りをする必要ないんですよ。文字通り死体蹴りになってしまうので、その職員が職務上の PC で何かやらかしてしまいましたよねっていうのを出したとして、兵庫県にとって良いことがあるわけでもないし、斉藤知事がもう一回辞職になって選挙になるとかいうわけでもないので、多分そこは真実は明らかにならないまま終わるんじゃないかなと思うんですよね。で、僕が結構斉藤知事すごいなと思うのは、斉藤知事の口からそのことを一言も言ってないんですよ。マスメディアの方では、その職員の自殺というのは斉藤知事に責任があるという話がずっと出回っていて、いやいや、あいつが PC にこういうものを保存してたから出されたくなくて自殺したけど、俺関係ないんだよって言って、一言でも言ってよかったはずなんですけど、言わなかったんですよね。で、言ってたらもうちょっと楽勝で勝てた可能性もあるし、で、そもそもじゃあ議会の方でも、もともと維新の推薦で知事になったんですけど、維新の議員とかもそれだったら斉藤さん悪くないじゃんってなるかもしれなかったんですよ。それをね、一言も言ってないんですよね。守秘義務がないです。正確に言うと、証拠のないことは言わないという話ですね。ここがね、多分ね、サイコパスなんですよ。僕サイコパスというのをいい意味でも悪い意味でも使うんですけど、法令上に悪いことはしていない。だから俺は正しい。だから説明をする必要がない。一般市民というのは頭がいいので、証拠がないものを信じるはずがないっていう、自分と同じレベルであるはずであるっていう人間に対する期待がなさすぎるがゆえに人間の能力を高く見てしまうっていうサイコパス性があったと思うんですよね。あれだって百条委員会で証拠がないことは証明されたんだから普通の人はこれで理解するはずだよね。それ以上僕に必要ないよねみたいなので、なので言い訳をしないっていうある種傲慢ではあるんですよ。理解をしてもらわなくてもきっと分かってもらう人だけでもなんとかなるかもしれないっていう民衆に対する期待がある種でかいってことだと思うんですよね。僕基本的には人間の人類の半分以下は半分は偏差値50以下だって言ってる人なので、大学に入れる能力がない人というのが半分ぐらいだよねって思ってたりするので、なのでそう考えるとやっぱり中学生向け高校生向けの喋り方をするんですけど、多分斉藤知事はある
程度その物事をきちんと客観的に理解できる人たちが自分の有権者であると信じたっていうところがあると思うんですよね。まあそういう意味でいくと結果として勝ったから良かったよねって話ではあるんですけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。